軍虎死亡の疑い。最強のムマ雨の神がエルバフに降臨。ニーズホックはかつてイムを裏切っていた。皆さんこんにちは、私はシレンナです。ワンピース第1182話の全貌が判明しました。タイトルはザザです。扉へリクエスト。キツネとタヌキが丹精込めて作ったうどんを味わって食べる一生。ペンネームトシカズー。物語は前話の直後から始まります。イムはロキに吹き飛ばされましたが、その気配が消えていないことに気づきます。気配が消えねえ。でかすぎると見失う。はあはあ。ニーズホック、またこの世で会うことになろうとは。ゲホッハー。裏切り者が。ゲホッハーハー。雪、そうだったな。雷は氷の衝突により生まれる。お前たちの相性は抜群だった、ラグニル。お前はあの頃のまま新しい主人を待ち続けていたというわけか。懐かしいな。ゲ。ハンマー・ラグニルの能力が正式に判明しました。なんとリスリスの実、原獣種、モデル、氷リスを食べていたんです。ロキとラグニルは攻撃を続行します。クリリリリ。オーケー、行くぞ。ラグニルが霊気を放ち、ロキが雷撃を発動。二人は合体技、ラグニル小屋でイムを攻撃します。対するイムは背後のマキの円環を巨大化させ、日食暴撃を発動して反撃。両者は激しい爆撃戦を展開し、妖怪の広範囲が巻き込まれていきます。場面はボニーたちへ。彼女とリリスはサンジを救出し、戦火から逃れていました。ボニー、こっちへ来ておれ。あたし戦わない。あんなの。もちろんじゃ。今はわしが保護者、そんなことさせん。しかし、あれは何者なんじゃ。明らかに神の騎士団の上司、じゃが五老星ではない。800年続く巨大組織じゃ、権力闘争はより深い闇を生んで至極当然。だとすれば、おいサンジ、その怪我じゃ。総敗かねえんだ、ボニーちゃん。サンジの脳裏にイムの銃撃を受けて倒れ込んだ際、キリンガムに嘲笑された光景がフラッシュバックします。サンジ。俺がやるまでもなかったな。生きているだけで異常だが。どこへ行く気だ。俺はここへ来た任務を果たしに行く、わかるか。溢れ出すこの力が。アパよ。言い終わるや否や、キリンガムはその場から空高く飛び去ります。飛び立つ際の衝撃波を浴びたサンジは、痛みのあまりグオとうめき声を上げました。魔気を得たことで、神の騎士団のメンバーたちは、軒並み戦闘力が大幅に跳ね上がっているようです。その後、サンジはボニーたちに救出されました。時間は現在に戻ります。サンジは敵がまだ子供たちの誘拐を諦めていないことに気づきます。ボニーたちの静止を振り切り、彼は直接ゲッポで後を追いました。子供らの誘拐を諦めてねえ様だ。サンジ、今までの戦い、全部無駄にできねえだろ。ウソップとルフィの憧れの国なんだ。エルバフを守る。巨人美女の国なんだ。本当の理由はそっち？サンジのこの発言にボニーとリリスは思わず呆れ返ってしまいます。場面はフクロウ図書館へ。ロビンとサウロは幹の中にある隠し部屋でフクロウのビブロを発見しました。裏口にこんな地下通路へと続く隠し部屋があったなんて。すべての本を火事から守ってくれたのね。ビブロ、ありがとう。何もかも燃えてしまったかと。ああ、感謝とともにますますお前が不思議に思えてきたでよ。場面は西の村付近の海運港へ。なんとソマーズが巨大な船を担いで現れ、そのまま海運の上に投げ落としました。ソマーズも背中のマキの円環によって大幅にパワーアップしています。ほいっよ。もしもし、こちらソマーズ。いや、スーパーソマーズ。巨人の船見つけてきたぜ。ガキ友を5分で連れてこい。場面は西の村の酒場へ。負傷者たちは全員ここへ避難していました。森を見ろ。まるで戦場だ。恐ろしく鋭く切られてたから、これで指はつながるはずだけど、完治には何ヶ月もかかるぞ。ありがとう、チョッパーくん。深いないわ。私もみんなを治療する立場なのに、あれはどうしようもねえよ。チョッパー先生ありがとう。母ちゃんたち手当てしてくれて。応急処置だ。トラブルを超えたらもっとゆっくり処置しよう。ゲルズだそ。拙者の推しの指が詰んだでござる。これは夢？公式？拙者の全子提供つかまつり。いらない。辛辣。こんな時までご褒美か？
弟のビョルンを命がけで守ったのは見直したはロード。ここでロードの顔面大アップに切り替わります。心の女神からのストレートな称賛を聞き、ロードは完全にフリーズ。頭の上に重々しい簡単符が3つ浮かび、目は限界まで見開き、完全に幸福感で頭が真っ白になったような信じられないという表情を浮かべます。わずか1秒前まで築き上げていた弟を守って重傷を負ったという輝かしいイメージが一瞬にして崩壊。ロードは過度の興奮により後ろにのけぞり、鼻血を噴水のように大噴出させてしまいます。横にいた巨人の仲間たちはパニックになり、慌てて彼を押さえつけようと叫びます。興奮すると血が噴き出すぜ、ロード。ゲルズタソ。供給型。兄のそんな姿を見てビョルンは完全に呆れ果て、心の中でこうつぶやきます。せっかく尊敬したのに。場面は西の村の甲府近へ。ゴールドバーグはゾロを背負って移動し、神の騎士団を阻止しようとしています。悪い、ゴールドバーグ。俺たちの歩幅じゃ遠すぎて。いいでしゅ、いいでしゅ。新巨兵海賊団で深手負ってないのオイラだけだしから。それにこれはエルバフの危機。共に戦ってくれて感謝でしゅ。気にすんな。うちの船長はダチの国は俺の国主義なんだ。ハイルディンが惚れ込んだ男でしゅ。しかしあの黒い炎。鋼の銃弾や爆弾に変化した。元を踊りじいた神の騎士団も明らかにパワーアップしやがった。いよいよとどめを刺さねえと厄介なことになるぞ。場面は西の村の港へ。ソマーズ。やっべえことしちまった。とんでもねえもんわめび出しちまった。キリンガム？まさか。そうだ、俺の一番怖いもの。ついわめび出しちまった。間抜け野郎。そんなもん、俺らまで怖いじゃねえか。制御できんだろうな。MMA であることは確かだ、おそらく。出しちまったもんは仕方ねえ。とにかく急げ、時間はねえぞ。軍子はどうした？来る途中見かけたが、死んでるみたいだったぜ。ない？まあいい。イム様は本来外にいられぬおからだ。だがそれを押しても、必要な戦力と今消すべき戦力がここにあるってことだ。音体をがっかりさせるわけにはいかねえ。期待に応えるんだ、キリンガム。おうよ。西の村に突然、土砂降りの雨が降り始めます。急に土砂降りだ。どうなってんだ？屋内に浸水してくる。怪我人を濡らすな。行け。行きさらえ。うわー。コロン。いるば。わー、助けて。外に何かいるぞ。雨水が屋内に流れ込み、巨大な水の手へと姿を変え、子供たちをさらっていきます。雲より高い土地に生まれた俺たちにゃ、空から水が降るなんて恐怖でしかない。D の一族、ニカと共によく聞かされたもんだ。下界には水を頭にぶちまける雨の神って怪物がいるってよ。雨乞いのリズムに乗って現れる。ザザ。おお。声。助けて。子供たちが。今話ラストの壮大な見開きページでは、雨の神ザザが西の村に降臨する姿が描かれています。巨大な水流が巨人の村で猛威を振るい、水流の腕で子供たちを使っていきます。雨の神も太陽の神ニカと同様に第一世界に実在した人物だったのでしょう。現在では彼も悪魔の身になっている可能性が非常に高いですね。連れてくぞ。ソマーズ、準備しろ。いつでも出港できる。しまった、村の方で騒ぎが。戻りましゅか？いや、いい。あ？空中のサンジはゴールドバーグとゾロを発見し、ゾロもサンジに気づいて大声で叫びます。おい！しっかりやれー。てめえこそな。これぞ海賊王の両翼のアウンの呼吸と絶対的な信頼。めちゃくちゃ熱い展開ですね。編集コメント、エルバフを救え。以上が今回の動画の内容です。最後までご視聴いただき、本当にありがとうございます。もし、ワンピース漫画の熱心なファンであれば、ぜひ私のチャンネルを登録してください。皆さんの応援が私の動画制作の最大の原動力です。それではまた次回をお会いしましょう。